私の記憶が確かならば、こんな話をよく耳にしたものである。それは、単発パックで鍵が当たりました、という内容であったのだ。そこで私は、この事案を検証してみたのである。確率設定ミスかもわからん。さあ、行きます。まだ始まったばかりであります。次です。さすがのクズ運であります。さあどうか。そろそろ当たってほしい。いやー、こんなんじゃ検証になんないよ。ナムさん。どうにかしろ。流行らせこら。バカ野郎前俺は勝つぞ前。ダメダメコンピューター。俺のアルバム40位にしかなんない。これでどうだ。まだ終わらんよ。こいつで決める。当たりました。でも鍵じゃない。結論、トークンの無駄である。残党。それでは、次は F1 のスターアップです。なぜ1がエクスクラメーションマーク。メイがエクスクラメーションマークを使っていたからです。エクスクラメーションマークを。お前らエクスクラメーションマークって言いたいだけじゃん。そうだよ。簡単符でいいじゃん。そこはびっくりマークじゃないんだ。現在は F1 のイベントを開催中。設計図を拾いましょう。オタワ。それはカナダの人であります。フラッシュ、そしてドバー。たまらねえぜ。さてこの車についてですが、成長を実感できる車だと思います。この車は対基盤性タイプ、4つ星あたりから本格化します。そして育ちきっても加速が悪いので、乗りこなすには技術も必要。要するに、プレイヤー自身の成長も実感できるかもしれないわけですね。この車を乗りこなせたら一人前。まさしくそんな車であります。少し前にアンロックできなかったような気がするが、そんなことはなかったぜ。打ち切りで無理やりフラグを売る畜生。まあ、あれから2年ほど経ったので。これを録画したのは2021年8月。ずいぶん月日も経ちました。ガレージレベルが18になるとレジェンドストアで販売されるよね。レジェンドストアのクレジット販売、これが設計図集めの基本です。あとはカーハントだね。その通り。いかにトークンを使わず設計図を集めるか、それが重要です。限りあるトークンの使い方、しっかりと見極めたいものです。気に入ったようですね。気持ちいい。なりゃー2回ミスっている。ガバ勢だからね、しょうがないね。やはり、アンロックは、ズルズルして気持ちがいい。この車の特徴ですが、これと言って思いつきません。強いて言えば弱い。辛辣すぎる。だが間違っていない。スペシャルイベントの攻略で必要になるかもしれない。つまりドランゴ引換券だな。テリーさんの悪口はそこまでだ。まだまだ行くよ。成し遂げたぜ。そういえば、この車の特徴を思い出しました。そんなものはない。そう言わずに、こちらをご覧ください。完全に一致している。くだらねえ。まあこんなものだろう。渾身のネタを軽く言い出された。しょうがないさ。次行ってみよう。ワンオンワン、最近やっていませんな。それは正しくない。1 vs 1。いずれも意味は1対1じゃないか。おい、デュエルしろよ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。勝てばよかろうなのだ。あらあら、一度敗北していますね。これがガバ勢クオリティ。それでは、報酬をいただきましょう。稲妻ダヴィンチ。稲妻ダヴィンチってなんだよ。知らないよ。スターアップできたからいいじゃん。キリンさんが好きです。でもゾウさんの方がもっと好きです。所詮キリンはかませなのさ。それでダヴィンチなんですけど、育ててないんですよね。特徴とかどうなってんの？これがわからない。ネットで調べてみました。加速はいいみたいです。逆説的に他は平凡です。総合的にも凡庸な印象です。これはフラッシュでの活躍には期待できない。そうだよ。ちょっと待って、ビームシステムじゃないやん。これはゲーミングノートで録画したってはっきりわかんだね。まだ録画環境が整っておらず、映像はパック開封後から開始している。ちなみに次のスターアップの場面はビームシステム。戻ったり戻らなかったりしろ。ということで PC 移行中のレアな高画質映像であります。いずれこちらが普通になる。ビームシステム卒業の日は近い。ではこの車の特徴ですが、前置き長すぎ。パーフェクトニトロを使用すると最高速が向上します。上手に利用したいけど加速が悪いんだよね。そのあたりは初代のリザさんを彷彿とさせるのであります。行くぞ。ドバー。やはりカーハントで設計図を集めるのは最高やで。当たり前だよな。すごく素晴らしい星だよ。いい感じだで。それでは一気に5つ星まで行きますよ。行く。育つと意外に乗りやすかったりする。加速の悪さが安定感に。
後もカーハントと思いきや、クラブの皆様、圧倒的感謝であります。クラブの報酬で5つ星ゲットだぜ。3枚余りました。個人的にはランク以上に強く見せる車だと思います。リザさんと比較すると違うのは最高速ぐらいなのですが、パーフェクトにトラ込みならこちらが勝る。空中の最高速も勝っている。ランク差ほど性能差は感じられず、むしろ被験する程度の力を持ち合わせている。 Ferrari 599XX でいいじゃん。それを言っちゃおしまいよ。はいはい、最後に紹介する車であります。と言っても、スターアップや鍵を入手したり、いろいろあるんですけど、とりあえず今はクズーンを自覚してリレーパックを開けているところです。グランプリで鍵を目指してるみたいだね。ジャイアンツプライド、確定するからやめろ。何が確定するんだ。ケツの穴。銀玉じゃねえか。意味深な流れを経てスターアップ工事完了です。もし鍵が確定していれば育てることはなかったでしょう。グランプリの車全般に言えますね。先を見据えてトークンは残しておきたい。そんなことを言いながら、ラウンド2で三つ星にしてるやついましたよ。私です。正直でよろしい。鍵が取れなかったら元も子もないのでね。ということでラウンド2本番直前です。二つ星だと負けそうなので、安全重視。ただいまこの画面に私がリレーパックを開けた理由が示されている。それは価格900トークン強気の設定。スポットライトくんかわいい。クラス B でこの価格にするなら基準は F は2乗だ。要するにこの車は7班で十分よ。これだけ言いながらパック開けます。己の実力不足を嘆くしかないのであります。悲しいな。フォルクスワーゲン、ジネッタ、マイバー、シェルビー、ヘミヘミコンピュータ、シロン、B 参拝、NSX、ライボーイレブン、B 参拝。 B 参拝ってなんだよ。これは水参拝との区別であります。水参拝はクラス S なので S 参拝とも言える。クセ字みたいだ。さあ次です。赤カマロ、チャレンジャー、ライボーイレブン、ジネッタ、スクーデリア、キャメロングリッケンマウス、ポルポル GT3、B 参拝、ケイマン、B 参拝。素晴らしい底引き回避の威力。大当たりもしないのだ。そのための右手、後頭暴力、フォルクスワーゲン、グリフィス、エボーラ、ライボーイレブン、B 参拝。異国情緒あふれる乗り物、自分を売る、タールンが、B 参拝。排出が安定している。このまま行ってもらいたい。続きいくよ。アベンタドール、赤カマロ、ジャガー横田、ポルポルくん、ベンツくん、後頭暴力、ヘミヘミコンピュータ、アイルトン、B 参拝、B 参拝。セナの設計図は嬉しい。ほぼほぼトレードコインですからね。やってやる。エリーゼ、アペルタ、B 参拝、フォルクスワーゲン、E テンス、ワールカン、グリフィス、ライン、BMW、B 参拝。次は底引きでもスターアップ確定。やりますね。これで終わりだ。 BMW、レゲーラ、ケイマン、B 参拝、ポルポルくん、セットフィア、レゲーラ、ライン、オマージュ、B 参拝。成し遂げたぜ。投稿者、底引きなしがバゼイ。ガバ勢だけど強運。結果論ですが、このタイミングでの星上げは良かったと思います。少し遅ければ鍵を得られなかったかもしれない。この見極めは難しい。基本的には先に動いて相手の心をくじくと良い。トークンは残しておきましょう。私がグランプリで鍵を逃したのはわずかに2回。それなりに結果を残しているので戦略も有効であることが示されている。これが最終ラウンドの結果です。負けてんじゃん。ランクの暴力には勝てないのだ。3位のアルゼンチン2期、私より上手かったので私もランクの暴力で2番撤収。いつものティア4なので辛くも鍵を得たわけですが、結果的にはこれが最善でした。1位の方がいいんじゃない？そのあたりはこれから補足しましょう。1位はエピック系の設計図、2位はレア系の設計図を得られます。なるほど。レア系の設計図が欲しかったのか。理解が早くて助かります。鍵の次に欲しかったのがこれ、ケンダオコマーク2。テキストがもはや暗号。エピック系も出るんだ。センセンシャル。1位のパックの設計図は全部揃ってる。だから2位が最善なのです。よーし、鍵を無事にゲットいたしました。復刻時は気楽にできますね。実際に復刻は来ましたし、非常に気楽にできました。相変わらず10連900トークンだったけどね。さすがにスルーでございます。さて次回の動画ですが、 SC20 にフォーカスしていこうと思っております。またしてもランクの暴力に頼るがバゼー。勝てばよかろうなのだ。パック開封もたくさんありますので、お見逃しなく。まず早く公開しろ。全くもってその通り。今回はちょっと詰め込みすぎましたね。節目の10回目、盛りだくさんを意識した結果がこれだよ。次回はコンパクトにしたい。というより、投稿頻度を戻したいですね。ということで、長時間のご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。